や型紙の取り方を説明。端から17センチが裏から見るとこんな感じに。こんにちは、服工房の小村です。今回は箱ポケットの作り方を型紙の取り方から縫い方まで説明していこうと思います。今回はこのハイネックコートを見本に箱ポケットの位置や型紙の取り方を説明していきます。箱ポケットの位置なんですけど、この肩の縫い目からこの襟の立ち上がりの手前のところ、ここから下に46センチ、そしてこの前端からここの位置までは17センチで、下はちょっと斜め裾広がりになっているので、ここからここまでは21センチ、そしてポケット自体の大きさが15センチと 3.5 センチに設定をしています。これは身長やあと手の長さだったりして位置は自由に決めてもらったらいいと思います。箱ポケットの縫い方も今回とても簡単な、私がずっと縫っているやり方で説明していますので、それも合わせて見ていただけたらと思います。今回は箱ポケットの作り方を型紙から縫製まで説明していこうと思います。この型紙なんですけど、これは服工房の気軽に楽しむソーイングのハイネックコートを、修正ではないんですが、やり方としてこの型紙において作っていこうと思います。まずこの位置なんですけども、だいたいこの位置、ウエストから8センチぐらい下っていうのが一番手が入りやすくて作りやすい位置だと思うので、これでこの位置がどのぐらいかというと、このサイドネックポイントから46センチの位置にしています。手の長さが長い方なんかはもうちょっと下がいいかもしれないですけど、これもデザインですね。好きな位置にしてもらったらいいですけど、一応目安として伝えておきます。あとこのどの辺がいいかっていうことなんですけど、これも見た目デザインでもあるんですけど、今回は前端から17センチが上端、下の方は斜めになるので21センチの位置にしています。斜めに入りますね。でポケットの大きさ15センチ、これも15、6、7この辺であればいいと思います。あと幅、これは 3.5 センチでいってます。大きめがいい方はもっと太くしてもいいし、ちょっとこじんまりした方がいいわという方はもうちょっと細くしてもこれは大丈夫です。あとこのポケットの深さ、これは何を入れるかとかにも手の大きさにもよると思うんですけども、これは別の寸法表を参考にしてもらって書いてもらったらいいです。それでは箱ポケットの向こう布、袋布、箱布の型紙を、取っていきます。これで写したものがあるんですが、写すところはこの周囲とポケットの切り込みを入れる部分を印をします。この箱ポケットの位置はこの向こう布、袋布には写さなくてもいいんですが、切り込みを入れるポイントというのを写さないといけないです。その位置がこの付けから平行に 1.5 センチ、そして箱布の位置から3ミリずつ入ったところ、ちょっと台形のような形になってるんですけども、これを写していきます。これなぜここ3ミリ入っているかというと、箱ポケットをつけて上に乗せた時にこの切り込み部分が
箱ポケットの端から見えないように、隠れてしまうように内側に寄せています。これで写してきたのがこんな感じで写してます。この切り込みの入る台形の形と周囲写しました。あと、裏なしの場合はロックミシンがここ縫い代が細いととてもかけにくいので、外回りだけプラス1センチ縫い代をつけています。これが向こう布と袋布になります。地の目は表地の縫い代と同じにしておいてください。で今回は裏なしなので、向こう布は表地、袋布は裏地でもいいんですが、スレキだと滑りにくいっていうのがあるので、今回はスレキを使うことにします。次に箱布の取り方なんですけど、箱布は、ここが付けなので、ここからこの上端で折って、でここまでっていう型紙もあるんですけど、2.5 ほど伸ばします。ここまで取ってきます。なのでまず写すのはこう写してこう写すっていうことになります。まずここでこの15センチ 3.5 センチを写していきます。それを反転でここまで写します。反転というのはもうこれをここで折ってそのままのものを写すっていうことなんですけど、反転で写して、その先はこれをポケット口を合わせて、ここからこの 2.5 の付けから 2.5 平行のこの線とここを写してきました。こんな形になるんですけど、ちょっと変な形なんですけど、ここカクッとなってます。これが箱布の型紙になります。箱布の地の目は生地の毛並みがあるとかないとか、模様があるとかないとか、いろいろあると思うんですけど、デザインによってこうでもいいし、こっちが地の目になっても良いです。そして、これは切り込みを入れる場所がありまして、切り込みを入れるところ一応印をしておきます。付けから反転されてこのカクッとなったところ、ここから出来上がり位置なんですけど、切り込みを入れるのは2ミリ先の 1.2 センチのところに切り込みの印をちょっとつけといてください。上端側もこっちが上端で、上端側も、出来上がりから2ミリ入った端から 1.2 のところにちょっと印をつけといてください。これも裁断の時にちょんちょんと切り込みを入れると後々作りやすくなります。これは表地ですね。で、接着芯を貼るところなんですが、この箱布は全面芯貼ります。あと貼らないといけないのが、この切り込みを入れるこの台形のこの形、ここからぐるり1センチかかるように真珠を貼ります。で、真珠の地の目はこの辺りちょっとバイアス気味で結構伸びやすいので、地の目は
真珠の地の目はこの付けに平行になるように地の目を合わせて貼ってください。できるだけ伸びない真珠が良いです。それではこれで、ちょっと裁断をしてきます。裁断をしてきました。部分縫いなので、一部分だけなんですけど、この部分を裁断してきて、ポケットの切り込みの入る4点、ここ糸地付けをしました。そしてこの裏側、切り込みが入る位置ぐるりと1センチかけて接着芯を貼っています。ここは伸びにくい接着芯を縦地の目で貼ってください。あとポケット向こう布、表地と袋布のすれきを裁断してきました。これ4点に糸地付けしているんですけど、これもこの印も大事なので印を糸地付けでつけています。こんな風についてます。あと箱布、これこのまま裁断したんですけど、ここも切り込み端から 1.2 の印のところまで切り込みを入れます。あとここには3ミリの切り込みを入れとくといいです。ここも 1.2 の印のところまで切り込みを入れる。ここも折り曲げるところ3ミリの印を入れておきます。でこれには全面芯を貼ってます。これでパーツが揃ったので縫っていこうと思います。まず最初に裏なしなので、この袋布を裏側に裏面同士を合わせて、この切り込みの印同士を合わせて待ち針で留めておきます。これで表に返します。ここに今度はこの箱布をつけていきます。中表で付け位置とこういう風になってくるので、中表でこことこの付け位置を合わせて縫っていきます。この付け位置は印をしておいた方が綺麗に縫えます。それでこの付け位置とこのポケットの付けを合わせて待ち針で留めます。これでここを縫っていきます。箱布を縫います。印ぴったりの位置から縫い始めます。箱布が縫えたら次に向こう布を縫ってきます。これ一度ひっくり返して向こう布を縫う位置をこれはフリクション
またはチャコペンやチャコペンシル等で書いてから縫うと、きちんと出来上がりよりも3ミリ内側に切り込みの位置が、決まってくるので書いて縫うと良いです。これで直角上がったところよりも3ミリ入ったところに印をつけることができました。次に向こう布は、裏側にこういうふうに設置されるようになるので、くるりんとひっくり返してこの上側の印とこの印を合わせます。ちょっと変な形にはなるんですけど、これは切り込みを入れてひっくり返すとこういうふうに裏側に返ってくるので良い形になってきます。この印を合わせたらここもまた待ち針で留めておきます。待ち針で留めたらこちら側から裏側から先ほどの印の位置を縫っていきます。向こう布をつけていきます。しつけ糸を取っていきます。これで矢羽に切っていきます。こんな感じでこの裏側のこの布が切れないようにここに手を入れておくと切りやすいです。角ちょうどに切り込みを入れてください。これでひっくり返していきます。まず最初に向こう布を中に入れていきます。こういうふうに中に入りました。次に箱布を折っていきます。この部分は中縫いをせずに折ってから形を整えることにします。まず平行に1センチを折って、あとこの切り込み箱布の上端になる切り込みからは 1.2 に向かってちょっとカクッと斜めにアイロンをかけます。上も同じようにしていきます。
これでこの切り込みが上端になるので、この切り込みの部分で折ります。折った時にここは 1.2 センチで折ってるので2ミリ内側に入るようになっていると思います。これで中に入れます。ちょっと当て布をしてアイロンをかけます。こんな風になってます。裏側は繰り返すと、よいしょ。こんな風になっていて、ここの部分はロックをしてこの袋布に縫い付けます。まずちょっとここロックしてこようと思います。これは最初にロックしておいた方が良かったと思います。この部分ロックをしてきたので、この位置とここをまず縫ってきます。こんな風にしてこの縫い目と同じ位置を縫ってきます。ポケットの下の端ロックをかけました。今、先ほどここ折って返してもう一回元に戻したんですけど、ここを折ってこの部分切り込みを2ミリ 1.2 センチで切り込みを入れて2ミリ内側に来ることによって、こう返した時に裏側が見えないようになってます。よく多いのは先にここを中縫いをしておいてからポケットをつけるっていうのは多いんですけど、そうすると裏側が割と余ってきて、こう縫い目が見えたりしやすかったり、ここ裏を控えることによって内側がちょっと余ってきたりすることもあるんですが、このやり方だと確実にきれいにこの端がきれいになることになります。これは後でここダブルステッチをするんですけど、そのダブルステッチでもここの縫ってないことは収まってしまうので、こうするときれいに縫うことができます。これでちょっと中にもう一度入れます。こう中に入れたんですけども、これで今このポケットの付けとさっきの裏に返ったここの部分がペラペラしてしまうので、この縫い代とこのペラペラしている裏側の箱布をよいしょ留めていきます。この縫い目の上を縫うと良いです。箱布の裏側を縫っていきます。次にロックをしたこの端と袋布、これもペラペラしているので、ここのロックの目あたりを縫い付けていきます。袋布に箱布の端を縫い付けてきたので、今度はこのポケット周りを縫っていきます。多少こうズレは生じてくるので、このズレはこう沿わせるようにして
周りに待ち針をつけて縫っていきます。無理に合わせない方がいいですね。待ち針を止めたら、よいしょっと下に向けて、ここをペロンとめくって、ちょうどこの位置のこの付けの裏側、ここから縫い始めて、自然に1センチで縫ってください。ぐるっと1センチで縫ったら、最後もこの位置の裏側、ここにたどり着くように縫ってください。ポケット周りを縫います。合っていないところを切り揃えてロックミシンをかけていきます。これでぐるりロックミシンをかけます。最初にこの袋布を表地につけていたことで、縫い代の裏のごちゃごちゃしたところは全部この袋布の中に、ここも縫い代も見えなくて、ここも縫い代は全部中に入って、綺麗な仕立てになっています。ポケット周りにロックミシンをかけたので、次にポケットの両端にステッチをかけていきます。ポケットの両端にステッチをかけていきます。ダブルステッチの幅が均等になるように印をつけています。これで完成です。裏から見るとこんな感じに仕上がりました。これは部分縫いなんですけども、箱ポケットが完成しました。今回はこのハイネックコートに取り付けるという設定で作ってはいますけど、このコートに限らずこういうパッチポケットだったものをもうちょっとなんとなくこちらの方が大人っぽい感じはするので、こういうかっこいい感じに変えたりとか、あとまた短丈のジャケットなんかにこういうポケットを取り入れてもらっても素敵なものが完成すると思いますので、
皆さんもぜひ作ってみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。